白っぽい感じで明るい感じなんですけども、このマットをもう問題なく簡単にピッと取り付けられるのですが、こんにちは、研磨屋のアナです。今回はこの軽トラの話なんですけども、今は大阪は梅雨に入って、梅雨明けたら夏でちょっと日差しがきつくなる時期になってくるんですけども、日差しがきついとダッシュボードの上ですね、ダッシュボードの上がもう照り返しがすごくて、いつも僕はサングラスしたりとか、前回紹介したこのサングラスのメガネにカポってはめるこうサングラスみたいなのもしたりとかして、運転してるんですけども、その変更グラスで照り返しは全然解消されるんですけども、照り返しの厚さとか、あとちょっと乗る時別にサングラスつけんでいいかなっていう時は、ちょっとこう反射が気になるんですけども、それをちょっと解消するやつを見つけました。それを今日は紹介したいと思います。それがこれです。この黒い巻かれたやつなんですけども、これですね。ここで全部見えるのかな。ダッシュボードマットを買いました。これハイゼットジャンボ前期のやつで買いました。Amazon とか楽天市場とかで見ると金額は4000いくらで買いました。このハイゼットジャンボの前期のやつは他の車種とかもいろいろあって、金額はもしかしたらマットの大きさとか加工穴を開ける加工の数とかによって金額が変わってくると思うんですけども、概要欄にリンク載せていますので、ぜひご自身の車のやつのダッシュボードマットを検索してみてください。生地がこんな感じで、ちょっとこうなんていうんですかね、スウェードっていうんですか、結構そのモフモフじゃないです。でも触った感じサラサラの、もっとアップにしたらこう感触的なやつをこう目で確認できるかな。こんな感じで、この穴がダッシュボードの上についてるスピーカーですね。スピーカーの穴で、これがフロントガラスの曇りを取る風が出るところと、これが多分ヘッドライトの暗くなったらのセンサーですね。こっちがスピーカー、反対側のスピーカーで、これがもしかしたらエアコンの吹き出し口で、そのメーカーによっての穴とかを加工してくれてるので、もうこれをポンと乗せるだけなんですけども、皆さん研磨 TV 見ていただいてる方なら分かると思うんですけども、僕はタコメーター、今やったらデュアルメーターつけてたりとか、あとスピーカーをコアキシャルからセパレートにしてて、ツイーターですね、高音域が出るスピーカーを上につけてるので、ちょっとこれをハサミでカットして加工しないといけないとは思うんですけども、ちょっと一回今から取り付けてみたいと思います。よろしくお願いします。車内来ました。こんな感じで、助手席はちょっと見えてないんですけども、運転席はここにツイーターとデュアルメーターがついてて、これ本当多分簡単やと思うんですよね。こうやってこのマットをちゃんとこの穴が、このセンサーですね、センサー、ヘッドライトのセンサーとかスピーカーのところとかにこうつけたら、もう問題なく簡単にピッと取り付けられるのですが僕の場合もうこんな感じでポコンとなってしまうので、ここをどうしたらいいんやろ。切ってしまうのか、ちょっとハサミを入れてやるか、こんな感じで、おそらく上にダッシュボードに何も載ってなかったら、GPS のアンテナですねはもうポンと上に乗っけるだけで大丈夫なんですけども、もう普通に1分ぐらいで全然すぐつけれて、で後ろもこのイボイボみたいなこう滑り止めがついてるんで、多分滑り止めの施工もしなくてもいいのかなと思います。これでいいと思います。ちょっとこ
こはバッサリ切った方がいいんか。このタコメーターとツイーターのところがちょっとかぶってしまったので、ハサミで切ってちょっとガタガタにはなってしまったんですけども、こんな感じでいい感じに切れました。あとは外に出てみて、この反射があまりなかったらいいのかなと思います。ちょっと今から外に出てみたいと思います。はい、今外に出たんですけども、どんな感じですかね。そんなにここだけ、この辺は曇り止め取る、この風の出るところとか、ここはカバーしてないんで仕方ないんですけども、ここがもともとがこんな感じで、こんな感じですね。めくるとこんだけちょっと白っぽい感じで、明るい感じなんですけども、このマットをすることでちょっと光が吸収されて反射が減りましたね。もともとはこんな感じです。はい、こんなダッシュボードでマットをすると、こんな感じで、白っぽさがなくなって、ちょっとこう目に入る眩しさはちょっと減ってるのかなと思います。外からも見てみると、外はこんな感じです。まだ僕が映ってますけど、見えますかね。さっきの太陽よりはちょっと太陽当たってないけど僕が映ってる。ちょっと写真も撮っときます。一応写真は撮ったんでこんな感じです。はい、あとちょっと後から出てきたんですけども、この滑り止めのマジックテープもついてました。おそらくこのさっき見たこのダッシュボードですのこのイボイボの滑り止めはついてるんですけども、もっと滑りたくないっていう方かなのように後ろにつけて、ダッシュボードの上にこれつけてやるんかな。全部でもザラザラのやつしかないんで、どこにつけんねやろ。っていう感じで、滑り止めもあったんで、滑り止めつけてもっと動かないようにするのもいいのかなと思います。こんな感じで、本当先ほども見ていただいたみたいに、ダッシュボードの地のままやと太陽が当たったらちょっと白く反射するんですけども、このダッシュボードマットをつけると、黒色が吸収してくれて、その反射がないので、運転する時にギラギラが低減して運転しやすくなるのかなと思います。ハイゼットジャンボのこのダッシュボードマット4000ちょっとぐらいやったと思うんで、1分ぐらいでペッてつけれたりとか、あと僕みたいに上にタコメーターとか、あとツイーター、ちっちゃいスピーカーがついてたり、何か上に置いてたらちょっとハサミで切って加工しないとダメなんですけども、簡単に取り付けて、あとちょっと上に乗っけて質感も良くなってかっこよくなったのでいいのかなと思います。このダッシュボードマットの詳しいことは概要欄に載せていますので、ぜひチェックしてみてください。それと皆さん他何かこういう便利グッズ、軽トラもしくは車につけてるよっていうのがあれば、コメント欄または LINE 公式アカウントの DM にいただけると嬉しいです。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。